はい、どうも、田んぼです。今回は 1.21 対応の超手抜きクリーパートラップを作っていきたいと思います。特徴1、地面をそのまま湧きそうに使うことで大幅にコースを減らした手抜きタイプ。1.21 で変わったモンスターの湧き方に対応しています。特徴2、プレイヤーから25から32マスにあるモンスターがデスポーンしない範囲に湧きそうが来るように設計。デスポーンによる効率低下を防ぐ仕組みになっています。特徴3、湧きそうは1層ですが、湧きそうを広くしているため、10分で110個前後の火薬の入手が可能。1時間あたり650個前後の火薬が入手できます。特徴4、さらに効率を上げたい場合は最大3層まで拡張可能。毎時1650個前後まで効率を上げることが可能です。今回の動画は前作の超手抜きクリーパートラップの修正版です。すでに作成済みの方は湧きそうの作り方のフェーズまで動画を進めてくださいね。それでは作り方です。今回の装置のサイズは横38、奥行き38、高さ3。地面下は水路部分が深さ2マス、アイテム回収場所が深さ8マスになります。続いて装置の材料はこちら。遮光ガラスを使っていますが、なければ通常の不透過ブロックで代用可能。ドロップ増加のついた剣を持って待機するとアイテムの入手量が増えるので、できれば準備してください。次にクリーパーが湧かない環境があるので説明しておきますね。まずはモンスターの湧かないキノコ島。河川の上、陸地付近は一見海のように見えて河川であることが多いので注意です。次はストレアの湧く雪原。あと近くに地下湧きを利用したモンスタートラップがある場合は80マス以上は横に離してください。作成する場所を決めたら、夜間地面から25マス以上離れて下にクリーパーが湧いていることをまず先に確認しておきましょう。それでは作っていきます。まずはトラップの中心の目印を丸石4つでこのようにつけていきます。このように掘って丸石4つ。はい、 OK。次は目印の付近から下へ20マスほど掘って地下に空洞がないかをチェックします。20マス掘ったら各方向を踏襲していきます。まずはこちらから1、2、3と掘ったら、こちらからこの位置にフェンスを設置。次はフェンス側に寄った状態でこの位置から砂を1、2個落としたら、しゃがみながらゆっくり砂の中にめり込んでいきます。めり込みすぎると窒息ダメージを受けるので注意してくださいね。するとこのように地面の中が透視できるので、横や斜め上に洞窟がないか確認します。遠くに見えるのは山なので無視。下に少し洞窟が見えますが、現在の位置よりも下に見えるものは無視して大丈夫です。こちらは大丈夫ですね。確認ができたら砂とフェンスを回収して他の方向も同じようにチェックしていきましょう。最後の方向をチェックするときはこのように3箇所を先に埋めてからやってくださいね。はい、最後も OK でした。演算距離4で待機するとモンスターの湧き範囲はこの範囲。投資は約18マス先までできるので、ちょうどこの範囲をチェックしたことになります。この範囲にモンスターが湧ける場所があるとトラップの湧きそうにクリーパーが湧きづらくなるので、投資をして洞窟があった場合はその洞窟まで行ってこのように松明ではなく下付きハーフブロックで湧き潰しをしておいてくださいね。ではチェックが終わったら穴を埋めながら地上へ戻りましょう。次は目印ブロックから17マス間隔を空けて18マス目に壁を置くための目印を各方向に置いていきます。まずは目印の奥のこの位置から1、2、3、4、15、16、17マス空けて18マス目に目印ブロックをこのように設置。あとは同じ要領で他の方向にも目印を置いていきましょう。次は目印をつないで四角くしていきます。ではここからこんな感じで目印ブロックをつないで四角にしていきましょう。次はトラップの中をきれいにしていきます。こんな感じでブロックや草などを撤去してきれいにならしていきましょう。余裕があれば周辺も少しきれいにしておくと見た目も良くなりますね。次はアイテム回収場所を決めて水路の目印をつけるためにこのように縦に地面を掘ります。今回はこちらからクリーパーが流れてきて、ここでアイテムを回収するようにしていきますね。ではこの目印ブロックを壊してこんな感じで2マス幅の穴を掘っていきましょう。次は横方向にこのように掘って10個に区切られた湧き層を作ります。奥行きは手前から7、6、6、6、7になるので確認しながら掘っていきましょう。まずはこの位置から数えて1、2、3、4、5、6、7マス数えたら次を壊す。次はここから1、2、3、4、5、6マス数えて次を壊す。
次も1、2、3、4、5、6マス数えて次を壊す。次も1、2、3、4、5、6マス数えて次を壊す。あとはここから数えて1、2、3、4、5、6、7マスになっていれば OK です。きちんと7、6、6、6、7の間隔になっているか確認しておきましょう。確認できたらそれを奥まで掘っていきます。はい、片方完了。では反対側も同じように掘っていきましょう。はい、OK。次は周りの壁を1段高くして2段にしていきます。ここからこんな感じでダーッと置いていって1段高くしていきましょう。次はそれぞれの脇層に上付きトラップドアをこのように取り付けていきます。ではまずはこちらから壁の2段目の上あたりを狙ってポン、この位置ですね。あとはしゃがみながらどんどん置いていきます。この位置まで置ければ OK。 では同じ要領でどんどん置いていきましょう。はい、これで1つ目の脇層の上にトラップドアを取り付け終わりました。ではあと残り9つの脇層の上にもトラップドアを取り付けていきます。 1.21 からはトラップドアをたくさん置く必要があるので大変ですが、ドラえもんのオープニング曲に合わせておくとストレスがゼロになります。シャラララ、あ、歌をはい、 OK。では視点を変えて次は下付きハーフブロックをこのように置いていきます。置く間隔があるので注意してください。ではこちらの端っこからまずは角から1、2マス開けてポン、さらに1、2マス開けてポン、こんな感じです。次はこちらの端に移動して角から1、2マス開けてポン、さらに1、2マス開けてポン、こんな感じ。残りの脇層3つは同じ置き方になります。まずはここから1マス開けてポン、こちらからも1マス開けてポン、こんな感じです。では残り2つ同じように置いていきましょう。ここで置く間隔が違うと雲が湧いてしまうので間違えないようにしてくださいね。次は先ほど置いたハーフブロックを起点に奥から手前へ2マス間隔を空けながらこのように置いていきます。先ほど置いたハーフブロックから1、2マス間隔空けてポン、1、2マス間隔空けてポン、こんな感じで置いていってここまで置きます。では残りも同じ要領で置いていきましょう。片方ができたらもう片方も同じ要領で置いていきます。はい、 OK。 では視点を変更して次は左右の奥から水バケツとボタンを使って水流を作っていきます。まずはこちらから奥のここから水を流します。するとここまで水が流れるのでこの位置とこの位置にボタンを置いてこの位置に水を流して延長してください。するとこの位置まで水流が流れます。あとは同じ要領で残り7箇所もやっていきましょう。次は処理層作りです。まずはこの手前の4箇所を3マス掘り下げて内部を1マス広げます。ここから1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、中に入ったら2段目までを周囲1マス広げていきましょう。次はピストン、トーチ、オブザーバーを使ってピストラを作ります。中に入ったら各面の左から2マス目の位置にこのようにピストンを風車型に設置していきます。一旦こんな感じですね。次はピストンの左側面にトーチを取り付けていきましょう。こんな感じです。次はトーチの側面に向けてオブザーバーを設置。オブザーバーの上の三角マークがこのようになっていれば OK です。では残り3箇所も同じようにオブザーバーを置いていってください。オブザーバーが置けたらこんな感じで上の隙間をブロックで埋めていってください。はい、 OK。次はこの位置を3マス掘ってホッパーをこの向きで設置。その上にレールとホッパー付きトロッコを置いて最後に蓋をします。まずはここを1、2、3マス掘ってこちら側に回ったらこのブロックの側面を狙ってホッパーを横向きで設置。次はホッパーの上にレールとホッパー付きトロッコを置いたら最後に蓋をしておきましょう。では視点を変更して次はアイテムの回収部分を作ります。まずはこの位置を8マス掘り下げましょう。掘る位置はこの位置ですね。あとは8マスの深さになるように掘っていってください。次はチェスト、ガラス、レバー、はしごを使ってアイテム回収と上り下りができるようにしていきます。中に入ったらこことここを壊します。奥に横向きホッパーが見えるのも確認してチェストをポンポンと置きます。このままだとチェストが開けないので上のブロックをガラスに置き換えてくださいね。あとはこのピストンの背面にレバーを取り付けて一旦オンにしてオフにします。最後にはしごをつけて登れるようにしておきましょう。このようにピストラが動作していれば OK です。
次はトライデントを投げ入れるのとアイテム回収ができるかも確認しておきます。こんな感じでトライデントを1本入れて、あとは適当なアイテムを1つ入れてみます。アイテムが回収されて施設の中に入ってきていれば OK です。次はこのように仮ブロックとボタンを置いて奥からの水流を作る準備をしていきます。まずはこの処理槽の穴のこことここにボタンを設置。次は左右に水路があるこことここに仮ブロックを設置してボタンをこことここ、反対側もこことここに置きます。では奥に進んでここも同じように仮ブロックを置いてボタンをこのように置きましょう。あとは同じ要領で残りもやっていきます。はい、このように置ければ OK です。次はクリーパーが湧きそうに登らないようにこのようにガラスを設置します。置く位置は横からの水流がある位置のこのボタンの上、ボタンの上にしゃがみながらこんな感じでガラスを2つ置きます。この位置ですね。あとは同じ要領で置いていきましょう。左側ができたら今度は右側も同じように置いていってください。次は奥から水を流しつつ仮ブロックをボタンに置き換えていきます。では奥に向かってこの2箇所から水を流します。次は仮ブロックの上2箇所に流してください。このように流せたらこんな感じで仮ブロックをボタンに置き換えましょう。では次、ここも同じように仮ブロックの上に流して仮ブロックをボタンに置き換え、あとは同じ要領でやっていきます。はい、これで水流は OK です。では次は屋根をつけて湧き層を暗くしていきます。今回遮光ガラスを使って中が見えるようにしていますが、なければ遮光ガラスの部分は丸石にしてください。ではまずは装置の中央がわかるようにこの辺りの屋根の色を変えておきます。あとは角からダーッと丸石を置いて屋根を作っていきましょう。次は待機所です。トラップの屋根の中央から22マス上にこのように作ります。まずは屋根の上に立った時の高さを確認。今回は Y75 ですね。ここに22を足した Y97 まで上がっていきます。今回は足場ブロックを使っていますが、なければはしごなどでも大丈夫です。はい、Y97 まで来ました。あとは適当に広げて放置している時にファントムが湧かないように太化ブロックの屋根を取り付けておきましょう。では動作確認です。今回の装置は演算距離を4にした状態で使うので、演算距離4になっていない場合はワールド選択画面から設定に入って詳細設定の中にある演算距離を4に変更してください。今回はドロップ増加3の剣を持って10分ほど待機してみます。はい、10分経ちました。今回は火薬が119個ですね。だいたい110個前後取れていれば OK です。待機中は屋根の上や周辺に地上湧きモンスターが湧きますが、地下湧きのクリーパーの湧き効率には影響はありません。気になる場合は松明などで湧き潰して OK です。次はさらに効率を上げるために2層に拡張する場合ですが、待機場の高さは屋根から22マスで OK。内部の構造はこんな感じ。1層目の屋根部分を2層目の湧き層にして水路に落ちるように穴を開けます。あとは1層目と同じようにトラップドアやハーフブロックを置いていただければ OK。特にトラップドアを追加する必要もなく落下してくれます。効率は10分で220個前後、毎時1200個ぐらいの火薬が手に入ります。次は3層にする場合です。ちなみに4層にしてもデスポンの影響で効率は上がらないので最大3層までになりますね。3層はデスポンの影響を考えて待機場の高さは屋根から19マスにします。内部構造は2層目の時と同じように追加した後、水路に落ちるようにするためにはトラップドアをこの位置に取り付けるのと、左右の穴にも同じようにトラップドアを取り付けてください。こうすることで落下してくれます。効率は10分で280個前後、毎時1680個ぐらいになります。はい、今回は 1.21 対応の超手抜きクリーパートラップを紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。